皆さんこんにちは、前島恭平です。今回は私一人の時の作業動画となっています。お風呂を沸かすために大量の薪が必要なので、今回はしょいこを作ります。この辺りには竹壁を作る時に切ったけど、壁には使えないサイズのものがたくさん置いてあるんですよ。それを使おうと思って、いつも竹を切っている場所で作業しました。ちょうどいいサイズの竹があったので、枝を落として使います。枝を落とすのも今は慣れたので大丈夫ですけど、下手にやると竹自体に穴が開いてしまうので少し大変なんですよ。メジャーを持ってくればよかったんですけど、持ってくるのを忘れてしまって取りに行くのがめんどくさかったので、落ちてた棒で長さを測り、だいたい真ん中くらいで切ります。この2本の竹をつなげるために、間に入れる少し小さい竹を3本切ります。どのくらいの細さなら入りそうか竹を当ててみて、入りそうだったのでこの竹を使うことにしました。とりあえず1本切ってみてどうしようか考えます。いつも設計図を作らないで考えながら作業しているので、最初こうしようと思っていたものから変わることが結構あるんですよね。どうつなげれば壊れにくいか考え中ですね。わからないので、とりあえず作ってみて、壊れたらもう一度作ろうと思い、再び作業に取り掛かります。何かを作るときはネットで画像だけ見て、だいたいこんな感じで作れるだろうと考えて作業するんですけど、やってみてからもっとこうすればよかったって後悔することが多々あるんですよね。でも自分で考えて作るのが好きなので、あまり細かくは調べません。次やるときはこうしたいなって考えるのも楽しいですね。まずは荷物を載せる部分を作ります。のみで穴を開けて竹を差し込むんですけど、ペンを持ってくるのを忘れたので、のみで傷をつけて大体の穴のサイズを決めます。穴が大きすぎるとすぐに外れちゃうし、小さすぎると入らないので慎重に開けます。のみとハンマーで穴を開けるのは竹タープを作った時から何回もやってるので、最初よりはだいぶ綺麗に早く開けられるようになったんですけど、それでも意外に大変なんですよね。映像では1回で刺さってるように編集されてるんですけど、実際は6、7回くらい刺そうとして入らないっていうのを繰り返してます。ギリギリのサイズで作ろうとしたので、なかなか入らないんですよね。やっと入りました。次は竹と竹を留めるために穴を開けていきます。ここも何回もやり直してますね。もう片方の竹にも穴を開けるんですけど、ここは同じくらいの高さに穴を開けないとバランスが悪くなっちゃうので、だいたい同じ位置になるように当てて目安をつけます。穴が開いたので差し込んでみます。これで竹と竹がとりあえずつながりました。しょいこは上の幅が狭まっている方がいいって聞いたことがあったので、やってみることにしたんですけど、
何がいいって言ってたのかちょっと忘れちゃったんですよね。竹をつなげるための穴をもう一つ作ります。この作業地味だけど意外と大変で、作業台とかもなしでやってるので腰が痛くなっちゃうんですよね。穴が開いたので2つの竹をつなげてみます。ちょっと形はいびつだけどしょいこの形にはなりました。穴を開けるのに思っていたよりも時間がかかってしまって、暗くなってきたので竹同士をつなげる竹は予定を変えて2つにしました。山の整備をしている時にたくさんの使えそうなツタが見つかったんですよ。今回は紐などの代わりにツタを使い肩紐などを作ります。ツタについた葉っぱなどは邪魔なので落として巻きつけます。これは背負った時に背中が痛くならないように背中に当たる部分にツタを巻いていますね。ここも本来は麻紐とかでやるので、拾ってきたツタでちゃんと役割が果たせるのかちょっと心配でした。意外とツタって硬いんですよ。思っていたよりもクッション性もあって良さそうだったので、次は肩紐作りに取り掛かります。竹同士をつなげている竹にツタを結ぶだけの簡易的なものなので、ここは簡単に終わりました。肩紐部分はもうちょっと強度を出したかったんですけど、取ってきたツタが足りなかったので、このままでは多分すぐ切れてしまうと思うので、また補強しようと思っています。背負えるかのチェックをしてみると案外何の問題もなさそうだったので、これで完成です。薪を乗せて運べるかのチェックをするために薪を集めます。形はできたんですけれど、ちょっと強度に心配があったので少し多めに薪を集めていきます。重さで壊れないかどうかのチェックですね。たくさん集まったので薪が落ちないようにツタで結んで留めます。背負ってみると意外と簡単に持ち上がりました。強度もあまり問題なさそうですね。これで薪集めもだいぶ簡単になりそうです。これからも何か便利な道具を作れたらなって思ってます。それでは皆さん、さようなら。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。次回の動画もお楽しみに。それではまた。